今回はフローリングの大きなへこみのリペアです。目地を境にかなりへこんでいます。へこみというよりも陥没していると言った方が良いでしょうか。かなり重いもので叩いたか何かを落としたようです。目地の向こう側は無傷なのが不思議なくらいです。ぐらついているところとへこみの外周部の盛り上がっているところはすべて削っていきます。盛り上がっている部分を削り取らないと平滑な面ができないので、こちらで全て取る必要があります。ポリパテを充填します。押し込むようにパテを入れていきます。パッキン剤を上から貼り、さらに押し込んでいきます。はみ出しているところは柔らかいうちに拭き取ってしまいます。硬化後、パッキンを剥がします。パッキンを使っているときは、硬化時間はパッキンなしに比べて少し長めになります。焦って早く剥がすと、パテそのものが取れたりしますので、この辺はじっくりと時間を置いてみてください。サンドペーパー240番でパテを削っていきます。だんだん削れてくると、足付けされていない部分に乗ったパテは簡単に剥がれていきます。目地に入ったパテはメタテヤスリやサンドペーパーを使うときれいになると思います。少し巣穴とジョイントのところに穴ができているところがあるので、そちらにはハードワックスを充填していきます。ネベラーで平らにして巣穴などにハードワックスを押し込んでしまいます。木目を描いていきます。タッチアップをするところで一番苦労するのは最初のパテの目を消すところだと思います。パテと床の色が違いすぎるとパテ目を潰すのが大変なので、必要以上に塗料を重ねてしまい、塗料による段差が出てしまったりすることがあります。それを避けるためにはカラーリタッチやカラーピグメントなどをパテに混入して、パテの色を床に近づけてから充填すると後の作業がとても楽になります。このフロアの色の印象は緑がかった薄いグレーでできているように見えます。まず黄色と赤でオレンジを作っていきます。オレンジをベースに少し青を入れて緑がかった茶色を作ります。これをベース色とします。このできたベース色に白を入れると明るい部分の色になります。逆に少し黒を入れると濃い部分の色になります。
また、色を作る上で大切なことは、どんな色を作るかを考えます。例えば茶色を作るには、黄色と赤でベースになるオレンジを作ります。完成する茶系を想像して、黄色と赤の対比を予想していきます。この時点で白を入れて明度を上げたオレンジを作る時もあります。オレンジが完成したら黒また青を少しずつ足していきます。大切なのは作りたい色を想像してベースのオレンジを作ることだと思います。こちらで完成となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。LINE ではオンライン講習会などの情報を発信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。では次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。